皆さんが理想にする完璧な国とはどんな国ですか？経済的に豊かで社会的に平等な国？質の高い教育や医療サービス、自然環境が豊かで治安がいい国？そんな誰もが理想とする国がこの地球上には存在する。国民の幸福度、経済、安全、政治への信頼度は常に世界トップクラスな完璧な国、スイス。しかし、世界中から完璧と呼ばれる国にも潜む闇の世界。We do have a good social security network, but it's still possible to slip through it and become homeless, right? 今回は地球上で最も完璧な国と呼ばれるスイスの実態を見てみました。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。ついにやってまいりました。スイス北東に位置する国内最大の都市、チューリッヒでございます。世界各国旅し回っていろんな人にね、いい評判しか聞いたことないスイスなんですけど、一度は実際に自分の目で見てみたかった国の一つってことで、今回はね、古くから多くの国際機関や金融機関が集中している経済の中心地、チューリッヒにてスイスの実態を見てみたいなと思います。はい、さてまず両替なんですけど、スイスは世界で最も物価の高い国の一つっていうことで絶望的なんですけど、1万円一体いくらになるでしょうか？いやー、さすが世界最強の通貨の一つとも呼ばれているスイスフラン。世界で最も豊かで安定した国の一つってことで、通貨も過去50年単位で見ても常に安定し、フランのね、右に出る通貨はないと言われているみたいです。はい、たったの57フランのみでございます。絶望的。さて、空港から街中まで今回は電車で行ってみたいなと思います。ヨーロッパの中央に位置するスイスはフランス、ドイツ、イタリア、オーストリアといった大国に囲まれた山岳の小国。この地には約1万5000年前から人類が暮らしていたとされ、紀元前にはケルト民族の一派が住んでいたと確認され、その後ローマ時代になりキリスト教が広まると、ヨーロッパの中央に位置するスイスは多くの勢力の影響を受けながら独自の歩みを進めていった。国土の約7割はアルプスとジュラ山脈に覆われ、標高4000メートル級の山々と多くの湖や河川に囲まれているため、農耕や都市発展に適した土地は限られ、かつてのスイスはヨーロッパの中でも特に貧しい地域の一つだった。しかし、この厳しい山脈地帯の自然環境は、スイスの人々に強靭な体力と協調の精神を育ませ、スイス兵は多くの戦で活躍し、周辺諸国から恐れられる存在だった。その後、1515年にはフランス軍に敗れたことを機に、スイスは領土拡大を諦め、代わりに地の輸出と呼ばれる傭兵業に活路を見出した。スイス人傭兵は忠誠心と戦闘力の高さから高額な金額で取引され、貧しかった国を支える大事な収入源となった。そして16世紀、宗教的な対立が激化する中で、ドイツやフランスから迫害を受けた多くの職人たちがスイスへと亡命。その中には優れた時計職人も多く、彼らの技術がスイスの時計産業の基盤と発展に大きく貢献したとされ、この頃から傭兵以外にも多くの人が携われる産業が生まれ始めた。そして17世紀の30年戦争では過去の宗教対立の失敗や傭兵供給国としては有利だったことで中立の立場を選び、一時的にフランスの支配下に置かれ中立を放棄せざるを得なくなったが、1648年、スイスは神聖ローマ帝国からの独立を正式に認められた。それ以降、時計に加えて繊維業や製薬業も発展し、それらはいずれも技術力の高さから国際的に高く評価された。その後、スイスは永世中立国を制限し、守秘義務の厳しいスイスの銀行は第一次世界大戦中、多くの富裕層の資産を預かる場所となった。こうして巨額な資金が集まり、スイス経済の大きな原動力となり、そして現在、スイスは中立と信頼の象徴として国際社会において特別な地位を築いている。さて、中心地付近にやってきたんですけど、気候も約30度で涼しい風が入ってきて、いや、美しすぎるやろ。そしてね、チューリッヒは北東に位置するってことで、使用言語はスイスドイツ語、地域によってですね、使用言語は違うみたいなんですけど、主にドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つの公用語、歩いててもですね、英語も広く話されてるなっていう印象です。はい、ということで、Nice to meet you. My name is Shota. Nice to meet you. My name is Martina. Maru です。Oh, you speak Japanese. Yes, I do. 日本
カカブに行きましたし、日本にも2年間ぐらい住んでまして。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はちょっとチューリー紹介してください。ぜひ。ありがとうございます。そう、マルさん、あなたは何カ国語喋るんですか？ 3.5 です。3.5？ はい、その 0.5 は何なんですか？フランス語なんです。日本人が高校で英語を勉強してると同じくらい、一応勉強はしているんですけれども、ペラペラではないんですよね。なるほど。はい。じゃあ大抵スイスの人は何カ国語喋るんですか？でも大体3つぐらいは普通ですよね。3つぐらい普通。はい、そうですよね。母国語と英語と第二言語、スイスに4つの言語があるんじゃないですか。はい。で地域によっては母国語がドイツ語、フランス語、イタリア語とローマン語になりまして、私の場合にはドイツ語が母国語で、地域的に高校とか中学校にはフランス語を学べないといけないんです。最初のスイスの印象はですね、他のヨーロッパの国に比べてゴミが全然落ちてないという、めちゃめちゃ綺麗、あと空気もめっちゃ美味しいです。スイスはですね、世界的に見ても非常に清潔な国の一つと知られてるみたいで、優れた空気と水の品質、高度なね廃棄物処理システムがあって、特にね水の国スイスと呼ばれるだけあって、アルプスの源泉や地下水からの天然水が飲料水としてね多く用い入れられてるみたいで、水道水も安全に飲めるみたいです。今からですね、このスイス来たっていうことでウォーターボトルも買いましたということで飲んでみます。It's very cold, eh? Yeah. いただきます。乾杯。How is it? めちゃくちゃ美味しいです。でしょ？しかもこれがもう街のいろんなところにあるという最高ですね。What kind of things you like about Switzerland? Especially now, summer is the best time in Switzerland. Yeah. So going on adventures like hikes, or I like to swim in lakes or rivers. Yeah. So the public transport system. Public transport is amazing here. Yeah, I really like it. Yeah. It's reliable. It's safe. I mean, also with the climate change, I think it's still one of the better countries to live, even as it gets hotter. We were just talking about it, right? 蒸し暑さがないんですとか。そうですね。それはいいですよね。もう今も風めっちゃ涼しいです。そうですよね。暑くても蒸し暑さが全然ないという。それがいいと思います。で、街のど真ん中なんですけど、ちょっとですね階段を降りるとこんな感じで川沿いでみんなね足冷たいね水で、くつろいでるっていう感じで最高ですよ。魚も泳いでて、しかも水見てください。めっちゃ透明度ありますよ。スイスはヨーロッパの中でもね特に安全な国の一つと呼ばれ、隣国フランス、ドイツよりも犯罪率が低く、世界で最も治安の良い国の一つとも言われてるみたいです。治安がね安全に保たれている理由は様々あると言われている中、一番驚いたのが犯罪に対する刑罰は比較的軽いみたいなんですけど、世界一罰金の多い国の一つと言われるスイスの罰金制度、州によってね様々あるみたいなんですけど、ゴミのポイ捨て、公共の場での唾吐き、それ以外にもですね騒音規制、犬の飼育、散歩に関する規制、選挙投票しなければ罰金とかもあるみたいで、特にですね累進罰金が適用される交通違反は非常に厳しいとのことみたいで、スピード違反でですね2900万円の罰金を課されたね富裕層もいるみたいです。Do you have any very silly regulations? Because I hear kind of you cannot pick up the mushrooms at a certain time. Yeah. I mean, a funny law maybe. So there was a naked hiking boom a couple of years ago in Switzerland, which was a bit weird. So that became iho. What about Sundays? You can't do the mornings or something, Yeah. right? I mean, that's not as strict again. It's more like because it's a it used to be a very Christian country. The shops are closed, so you can't really
go out and do shopping. You're not supposed to wash your laundry, but sometimes you have to. So then you do it. And What do you mean you're not supposed to wash the laundry on Sunday? Yeah. Oh my god. Because it's too loud. Because it's in the Bible it used to be like a rest day, so you were not supposed to do labor in any kind, okay. and also not disturb your neighbors. So anything that's a bit noisy, for example, also vacuuming your flat. Yeah. You also should not do that in theory, but in reality, a lot of people do it anyways. So.世界でもトップクラスの経済力を持つ国として知られているスイス。しかしその地理的条件は経済的に見れば決して恵まれているとは言い難い。海に面していない内陸国で石油、石炭、天然ガスなどの主要資源も乏しいため、貿易や産業に不利な条件が多い。それでもスイスはそうした環境を逆手に取り、独自の戦略で経済を発展させてきた。そしてその根底にあるのが信頼であり、それを支えるのはスイス人の国民性。時間に正確で几帳面、勤勉で責任感が強く、控えめで多文化にも寛容、自然を大切にし、プライバシーにも配慮する文化が根付いている。このような価値観が金融、医薬、農作物、精密機関といった産業を支えてきたと言われているみたいです。Are you proud of Swiss? I would say so. I think it's a very good country to live. So I'm lucky to be here for sure. Yeah. 仕事についてはどうですか？スイスの特徴として質が高くて信頼がある仕事をする。それはどういうところから生まれてると思いますか？いや、多分その時計の工場の歴史から来られてるんじゃないかなと思いますよね。そのクオリティが高ければ全然それに合わせて値段も出しますというなんか全然 OK なスイス人も多いんですので、それっていうのはなんかアイデンティティというかカルチャー、文化的なことですか？文化的なところもあると思いますよね。スイスの文化に質の高くて信頼があるものを出すという。はい、そうですよね。なるほど。世界中の国々がスイスを理想的な国と称する背景には、スイスがアメリカや中国といったハイテク大国を抑え、最も革新的な国と評価されているみたいで、その理由にスイスは新しいアイデアや技術から従来になかった価値を生み出す力に長けていると評価されているみたいです。さて今からですね、現在勉強中のビットコイン、スイスはですね、世界で早期にねビットコインを受け入れた国の一つっていうことで、都市によってはですね、税金とかあと水道代、駐車違反金までもがビットコインでね支払えるっていう話も聞いたんで、スイスでね一度試してみたかったことの一つ。さてここがですね、チューリッヒでビットコイン決済を受け付けているコンビニっていうことで行ってみますか。How is Bitcoin in Switzerland? When I started in 2017, it was super complicated. But now, for example, PostFinance is one of the biggest banks in Switzerland. Yeah. You can buy in the app. There's more and more apps that allow you to buy Bitcoin, even with banks. So banks are starting to embrace it also. Getting much easier than before. Way easier, yeah. So if I compare to like 7 years ago, it's way easier. You can, as you could see, even the ATM is super easy to buy Bitcoin, yeah. さて今回人生初めてビットコインで支払いしてみたんですけど、ちょっとね 3.6 フランと高かったんですけど無事購入できました。そもそもですね、旅中に出会う海外の友達がですね、ビットコイン持ってないのとか、ビットコイン事情について普段の会話から普通にね話してて、僕はねビットコインについて全く知識がなかったんで、危険とか危ないとか、リスクしかないっていうね印象しかなかった中、でも一度はね勉強してみたかったなと思ってたんですけど、どっから手つけていいか全くわからんかった。そんな時にね、アプリを使ってビットコインが勉強できる仕組みを開発している日本ビットコイン産業さんからお話いただいて、それからねアプリを使って、現在もビットコインを勉強中。アプリはですねこんな感じでクイズ形式でビットコイン勉強して、クイズ終わったらですねポイントをゲットできる、このねサツっていうポイントを使ってビットコインとしてもですね出金できて、
さっきもですねアプリのポイントを出金したビットコインを使って、支払うことができたっていう感じですかね。いや世界旅してたらですねほんまいかに自分が無知なのかっていろんな人と話してて思うんですよね。ビットコインもその一つなんですけど、今回日本ビットコイン産業の皆さん、ビットコインを知るきっかけをいただいて本当にありがとうございます。また動画提供いただき本当にありがとうございます。皆さん興味ある方はぜひ概要欄チェックイットアウトしてみてください。はい、今回滞在するスイスの宿はこんな感じでございます。 Airbnb1 泊2580円とやっぱりスイス高いですね。今回ねいろいろ探してみたところ、宿も基本的に1泊約1万5000から約4万円って感じですね。そしてスイスの平均家賃は地域によって差があるみたいなんですけど、例えばワンベッドルームの物件では都市部ではおよそ月額約1700スイスフラン、郊外では約1400フラン、3ベッドルームにもなると都市部で約3000フラン、郊外でも約2450フランもするそうです。今まででね世界で最も完璧な国スイスの一部を紹介したんですけど、でもスイスは世界一物価の高い国の一つ、特にねチューリヒは世界で最も物価の高い都市ランキング常連。強い経済力、質の高いもの、生活を生み出す代わりに高い人件費、そしてね土地柄資源が貧しく国内市場が小さいために、多くの製品を輸入に頼ってるみたいで、高額な輸入コストと強い通貨が生活費の上昇を引き起こしてるみたいです。In Zurich, you have to calculate at least 1,000 to 1,500 francs for one person for one room. One room. Yeah, but I live with my friends, so the three of us, we live in a very old apartment. It will be torn down next year. Okay. But because of that, the rent is super cheap and it's centrally located, so we're living quite comfortably. We pay per person between 500 to 600 francs per room. はい、さて今からですね世界一物価の高い国スイスの物価をねちょっと見てみたいなと思います。早速地元民が集う普通のスーパーでの商品のね値段をチェックしてみたいなと思うんですけど、スイスといえばのチョコレートがだいたい1枚2から3フラン、こういったお弁当系はだいたい15フランで、サラダでも約7フランします。肉類では牛肉が 100g あたり一番安いので 3.3 フランから高いので 10.65 フラン、鶏の胸肉でも 100g で 3.5 フランぐらい、やっぱり全体的に高い印象ですね。 So what kind of things do you feel expensive? Well, if you're talking about grocery, most likely meat. Okay. So my friends and I, we always joke around that during your days as a student, Yeah. more often than not, you're kind of forced to become a vegetarian when you're Oh, cooking for okay. yourself, just Ah, because okay. it's way cheaper. Okay, so vegetable is way cheaper. Yeah, in Oh. comparison to meat. And then, I mean, if we're not talking about groceries, Yeah. it's rent. Rent, Yeah. right. So in Switzerland, if you cook in the house, you can make it cheaper. Yeah. Yeah. 見てください、これハーブティーエリアなんですけど、種類がめちゃくちゃ多いです。何から見えるぐらい種類多いですね。これは薬用のハーブティー。薬用のハーブティー。風邪がひいた時にこれがいいとか、これ風邪ひいた時用。そうとか、胃袋はちょっときつい時にはこれ。So you guys don't drink so much like medicine, We do. but first you take the tea. Yeah. Oh, wow, interesting. スイスは歴史的に中立国として孤立しやすい立場にあったため、自分たちの食料は自分たちで守るという意識が根強いようで、そのため食料の自給は国防と同じぐらい重要と考えられてきたらしく、農業には世界で最も高水準の補助金が出ているみたいです。地形に適した畜産や乳製品、肉類は自給率が高い一方で、植物性食品の多くは輸入に頼っているそうです。またスイスの食品輸入市場には国の厳格な規制があり、品質や持続可能性が重要視されているそうです。 So if you have this Swiss flag, Yeah. which is like all made from Swiss, Yeah, usually yes. actually you guys produce quite a lot of things, you know? Like Yeah. I have been checking supermarket, like pretty much many things produced by Swiss, right? Yeah, definitely. Interesting. I mean, that's why we were talking about agriculture. Mhm. That's part of why we're able to produce because the government supports our farmers. Ah, nice.
So if you see this like signs, Yeah. like It labels means supporting the farmers. the mountain farmers. That's interesting. That's good idea actually. このマークがあればミニーっていうことはこのチューリヒさんっていうことみたいです。それってどこで買ったのかっていうのがめっちゃ分かって、地元の人をサポートできるっていうのがいいですね。So do you think it's quite important to produce your own food in your country? I mean, yes, if you want to have some sort of independence, it's definitely better if you can at least partially grow your own foods and be independent from other countries. スーパーでさえも個人的に値段が高いと感じてしまう中、2025年3月の調査によるとスイスでの家賃を除いた平均生活費は一人暮らしで約1400スイスフランかかってくるそうです。How much you pay for living costs without rent? So it depends a bit on the person, but I would say at least 300 to 400 francs per month for groceries. Yeah. For groceries alone. Okay. And then there's clothes, etc. on top of that. So yeah. And if you go eat out, it's gonna be much more expensive. Yeah. So even if you eat something cheap, you have to calculate at least 30 francs for the food, and then for the drinks around 6 francs for a soft drink. Yeah. And if you alcohol, if you have a cocktail, I would say at least 12 to 15 francs per glass. For a beer, maybe like 6 to 8 francs. Yeah, that's super expensive. Yeah. Also for coffee, 6 to 8 francs here in Zurich. Yeah. But Zurich is even inside of Switzerland, it's expensive. Right. Yeah. 近年スイス国民を一番悩ませている問題の一つが都市部での人口増加と限られた土地供給の影響による住宅価格の高騰みたいで、ここチューリヒにも富裕層、中流層、貧困層エリアがあるみたいです。This is kind of like a Swiss ghettos. Well, I wouldn't say ghetto, but it's like, the lower income region, maybe, yeah. 他の世界いろんなとこ行ってやっぱり格差っていうのはだいぶがある感じですけど、スイスはもう普通にもう高級街みたいな感じです。This is the Swiss style, even ghettos, like very clean, very clean, rubbish, no rubbish at all. Wow. ちょっとなんかゲットみたいな感じをすごい予想してきたんですけど、さすがスイスです。さすがチューリヒです。いや一応あるんですよ。絶対ないでしょ。こんな感じでしょ。めっちゃ綺麗じゃないですか。逆に僕普通に住みたいですよ。一部の調査によるとスイスの都心部の一戸建ての中央値は約2億4000万円で、都心郊外の一戸建ての中央値は約2億5000万円とほぼ変わりなく、田舎の一軒家の中央値は約1億4000万円。僕の感覚では家買いたくても買えないぐらいの高さです。実際地元の人の持ち家率は約 30% で約 70% が賃貸住宅に暮らしているそうです。 Do local people hardly buy a house? I think it's pretty expensive, so if you can afford to, it's a smart investment, depending on the house and the region again. Yeah. But yeah, a lot of people cannot afford it or do not want to buy, so that's also a reason. スイスには独自の住宅購入システムがあるみたいで、外国人の購入規制は日本よりはるかに厳しく、一定の条件がないと購入できないみたいです。住宅ローンに関しても日本なら最長35年借りたら返すって感じやけど、スイスの場合退職までに購入価格の 35% を返済したらいいっていう感じみたいで、その後子供の世代へと家のローンも継続できるみたいで、しかもスイスでは住宅ローンの利子が税控除の対象となるため、資産運用っていう感覚で家を持つ人が多いみたいです。さて続きましてやってきたのが、ここは富裕層のエリアということで、皆さん見てください。もうお城みたいな家がもうたくさんあります。So this is a expensive place, and then do you think how much if you wanna buy one house? To buy, I have no clue to be honest, but it's not cheap. It's a dream house, eh? Yeah, for You sure. have to work like 2 generations, 2 or 3 maybe. Maybe. Or you have to be wealthy for 2 generations. いや、やっぱり見た感じもう建物がすごいでかいのと、周りがですねもう壁みたいなんで覆われてるなんて、すごいプライベート、プラス景色もめっちゃいいし、多分ここなんかやったら夕日とかもめっちゃ綺麗じゃないですかね。で結構この辺りのエリアでは結構
高級なカーが走ってるなって感じです。どういう人が多いんですか？やっぱりドクター、まあドクター弁護士、弁護士、まあ経営者、そう会社長とか。ですよね。なるほど。あとセカンドジェネレーション財閥みたいな感じとか。財閥まだあるんですか？財閥。いやいや、スイスにはないと思いますが、とにかく大昔から家族がお金持ってるとか、そういうとこが多いんでしょうかね。なるほど。さて皆さん、スイスの物価はどんな感じでしょうか？まあ観光客の僕からすると恐ろしく高いスイスの物価なんですけど、まあでも給料を聞いて驚きました。世界一給与が高いスイスの平均月収は約84万円と、年収にすると平均1000万円超え。給与だけではなく労働環境もいいみたいで、労働時間は週40から44時間が一般的で、残業は1日最大2時間程度とね、法律で制限され、その残業分は割増賃金か代給でしっかりと保証されているみたいです。いやもう給料と労働環境、もうスイスはですね、別の惑星におるみたいな感じやな。Do you feel like quite hard to live with your salary or it's okay? No, I think I live comfortably with my salary. That's good. Yeah. Your salary might be a bit lower Okay. than if you go to university. Yeah. But I would say at the beginning of 30, with a university degree, you should be expected to earn between 85,000 to 100,000 francs per year. Alright. Yeah. Okay. So with that, and then again, we have the fortune to live quite cheaply at the moment. Right. So yeah, I live quite comfortably at the moment. That's good. Yeah. さてやってきたのがスイスのマクドナルドっていうことで、スイスのマクドナルドは世界一高いってことで有名みたいなんですけど、今回はですね、ビッグマック指数というのを使えばその国の経済力がある程度わかるみたいなんで、ちょっとね検証してみたいなと思います。さてビッグマックは世界中でね、ほぼ同じ材料と調理法で作られているため、その価格を比較することで各国の通貨の価値や物価水準、つまり購買力の差が見えると言われているみたいで、その国の最低賃金割るビッグマックの価格でその国の経済力が算出できるみたいです。さてどこの国で食べても同じビッグマック、スイスのビッグマックのお値段はなんと 7.2 フラン。そしてね、スイスの最低賃金は州によってね多少違うみたいなんですけど、時給約4300円ってことで、最低時給割るビッグマックのお値段はなんとこれがスイスの経済状況でございます。で他の国はだいたいこんな感じですかね。いやもう世界一物価が高くても世界一収入が高かったらもう関係ないか。いや昔ねオーストラリアおった時にスイス人とかがですね、半年自国で仕事して半年旅とかしてる生活してたんで、なんでスイス人ってそんな旅できるんやろうと思ってたんですけど、ここにあったか。スイスのビッグマック他の国に比べて高いからかわからないんですけど、美味しいような感じする、高価なような感じする。多分一緒やと思うんですけど。世界で最も物価が高い国の一つでありながらも、それをものともしない理想の国スイス。政治的にも世界で最も安定した国と言われ、その背景にあるのがスイス独自の制度、直接民主主義。国民がね、法律や政策に直接投票できる仕組みで、年に4回全国投票日が設けられ、政府の意見に反対することも可能。またね、軍の制度も国民参加型で、政治にも軍にも国民の意思が反映されているとして世界的にね、注目されているみたいです。前にねスイスの友達と話してたらですね、国民は税金を支払ってるから政治家は国民の従業員ですって言ってた。でスイスの政治家の多くはですね、政治活動を本業とせずパートタイムとして他の職業と兼業しているみたいで、政治家がですね市民生活と密接に関わり続けることで政治と市民の間の距離を縮める目的があるそうです。なんでスイスのね連邦議会員は、弁護士、農家、教師、ビジネスマネージャーなど、多様なね職業背景を持ってるみたいです。Is there a lot of trust with the government here? I would say in general, yes. I mean, during COVID, it took a dive, but I think that was globally
bit similar all around the world. Okay. But they also do like annual or biannual surveys. I actually just had to fill one out where they get feedback from the population regarding trust towards Okay. the government as well. So what's your opinion about like direct democracies? It's something really precious. Okay. When I was younger, I wasn't as interested in politics or voting Okay. as now. But the older I get, the more I realize how important it is Okay. and how it's really a gift. At least here in Switzerland, if you do something wrong, if you have like a bad election result, we can vote against that again or Yeah. have a referendum. So yeah, it's something really cool. I really, really love the system. But are there any risk with direct democracy? Like, let's say if people is not educated, and then maybe social medias and media influence like propagandas, that can be dangerous. You reckon or no? I mean, yes, there's always a power abuse or like a risk of power abuse or propaganda, as you say. But in general, the education system in Switzerland is also really good. That's true. Even so, like even the basic education in middle school, you learn about politics and voting. So you at least know how to recognize propaganda. Oh wow. Yeah. 国民の意思が直接反映された国づくりには国民一人一人の教育水準の高さが重要ってことで、スイスは世界で最も教育にお金をかけている国の一つ。高技能労働者の育成、特に研究開発への投資が最も多い国の一つらしく、さらに人口1人当たりの特許取得数も世界最多。さらにスイス国民の平均 IQ が102と世界最高水準。さらに27人のノーベル賞受賞者を輩出しており、世界有数の教育先進国として知られているそうです。Even if you're not quite as involved in politics, usually for each election, for the on national level at least, the government will give you basically this description or a pamphlet about what we're voting on, the background, the potential effects if you vote for and against it, what the government would like, so their stance on the matter, and their recommendation on what to vote. Right. So that's one thing that they're doing really good, so that you have, and they try to stay neutral. Okay. And further for the young people in school who just turned 18, they have an application. So on their smartphones, they can learn more about the government, about what we're voting on. And yeah, again, they try to like stay neutral to really just give basic information. いやなんかもう政治に関してもほんまもう全く違う世界やなスイス。さてさて、完璧な国スイスの仕組みがあまりにも興味深すぎて、気がついたらもう夕食時間。値段がね少し怖いんですけど、レストランにてスイスの伝統料理をいただいてみたいなと思います。Okay, so cheers. Cheers! Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. So wine is quite popular here. Yes, Yeah? for sure, yeah. Yeah. So in mountain regions or in the south, even here in Zurich, we have some vineyards actually. では皆さんお疲れ様です。ワインはですね、すごく美味しいです。今回ドライ頼んだんですけど、果実っていうかフルーティーが口の中で広がる感じがしてめちゃくちゃ美味しいですね。そうスイスで初めて僕はチーズフォンで食べる、人生で初めて食べるんですけど、来たものがじゃがいもだけなんですけど、ブロッコリーとかなんか人参とかって入れないんですか？いやでも普通に家庭料理でフォンデュやりましたら全然人参は多分やってもいいと思います。もう人それぞれの好み。パイナップルとかはもうパイナップル？はい美味しいですよちなみにはいもうやってもいいんですけれども、伝統的にはやっぱりパンとかじゃがいもパンとかだけ？はいそうですよね。そうなんや。昔やっぱり貧しい国でしたからなるほど。もうカロリーたっぷりで長い間に中がいっぱいである食べ物が必要でしたので、伝統的にはやっぱりそういう料理がメインですよね。なるほど。すごい食べた感じですね。僕が想像してたチーズと違ってお酒の味がするんですよね。皆さんチーズフォンデ日本で食べたことあると思うんですけど、チーズどんな味ですか？お酒の味します？そうなんかアルコールみたいな味
あ、そうだからそれがそういうことですよねワインが入ってるんですから多分入ってるっすよね多分。入ってると思います。でもこのレッドワインがあればもう最高に美味しいです。You told me about Switzerland. You can drink and then you can go to the nightclub from 16. Yeah, exactly. So the age you become an adult in Switzerland is 18. Yeah. You already get beer and alcohol that's a bit lower in percentage Yeah. from 16. Yeah. And also you can go to nightclubs and dance starting from 16. And you will get different colors of wristbands so that the bartenders know whether they can give you alcohol or not. Wow. So did you used to go? Yes. When you were 16? Yes, exactly. Okay. So when, yeah, and when did you start getting bored? when I was 20. So That's interesting. You know, Yeah. like most of people start late, and then when even older, they are doing that. yeah. はい、皆さんおはようございます。昨日ですね、友達にスイスの朝食といえばとおすすめしてもらった食べ物なんですけど、なんと24フランということで、いやー、スイス値段やばいな。プラスですね、昨日ね、友達との会話で完璧と呼ばれるスイスの闇の部分についてもね、いろいろ教えてもらったんで、今日はその実態をね、見ていきたいなと思います。ベーコンもバリうまいわ。さてスイスはですね、独自の税制を持ち、法人税や個人税の低さでも有名なんですけど、所得税はですね、連邦、州、地方の3段階で構成されてるみたいで、居住地や所得によって、税率が大きく異なる仕組みを取り入れてるみたいです。ジュネーブのようにね、公共サービス重視で高税率の州がある一方で、ツークのように低税率で企業誘致を進める州もある。こんな感じで各州の税制の違いによって経済格差と都市戦略を生み出し、人や会社がね、自分にとって得になる場所を選ぶことができるシステムみたいです。一方で国民を悩ませているのが医療費の高さってことで、高品質な医療が受けられる反面、費用負担も大きく、すべての国民にね、公的医療保険への加入が義務付けられ、自由に保険会社やプランを選べるみたいなんですけど、保険料や自己負担額の上昇が特に低所得者層にとって大きな負担となっているみたいです。How much do you have to pay for health insurance? It's obligation, right? It's an obligation, yes, but it's private companies. Okay. And so there's different rates per company and different services what's included. So it's a bit hard to say, and it also depends on which canton you live in, so which region. At the moment, I would say I pay about 450 francs per month. Per month. Yeah, but a friend of mine, she pays 600, so it's really... Also depending on people. スイスではですね、医療費約 60% が個人負担し、また多くの世帯ではですね、所得の 10% 以上を医療保険に費やしているとのことみたいです。If you can't afford to pay the insurance, health insurance, like somebody who has let's say low income job, Yeah. and you can't afford that, how is it gonna be? So you can apply to get a price reduction or get the fee waived completely. So you probably need to pay it, but then you get the money back. Right. You need to apply every year for that. Okay. I have a question. I just wonder, if there are some homeless people here. Yeah, there are. Yeah. Yeah, we have. I them as don't well. see any though. I mean, yes, that's in a way, of course, if you're a tourist, it's nice for the image of the city, but I think it's also a problem because Okay. they're kind of like hidden away almost. So somebody is pushing away Somewhere. Not necessarily pushing, but yes, it's just like we don't really talk about it enough, I think. I mean, as I mentioned, we do have a good social security network, but it's still possible to slip through it Okay. and become homeless, right? 高額な医療費と住宅価格の高騰などの要因により、近年スイスでも格差は広がり、貧困率も増加傾向との報告もあるそうです。
スイスはですね、世界で最も貧困率の低い国の一つっていうことで、普通に街中歩いてたらまずホームレスみたいなね感じは見かけることないんですけど、こんな感じですね。中央駅の近くの公園とかにはテント張ってる人がほんま一人おったり、ポツンポツンとねぽい人がね、おるっていうのは現実ですね。でも他の国に比べて圧倒的に少ないなっていう印象です。スイスではね、ホームレスの人が利用できる支援団体のシェルターや、失業後に最大2年間以前の給与の 80% が支給される雇用保険制度もあるみたいなんですけど、それでも支援団体の施設内の環境が不安定と感じる人もいるそうで、その背景には薬物依存などの精神的な問題、社会から距離を置きたいという思いなどね、様々な事情があるみたいです。さてここがですね、チューリッヒの中心部にある公園なんですけど、80年代ですね、何千人もの物使用者と、あと売人に占領されてですね、物の過剰摂取により、死亡 HIV 感染が社会問題となってね、通称ねニードルパークと呼ばれていた場所。しかし90年代に入り、政府はですね、深刻な中毒者に無料でドラッグを配布するという新たな政策を打ち出して、物中毒者がですね、逮捕されることなく違法薬物を打てる、欧州最大の開放型ドラッグスペースと言われるようになった。スイスではですね、薬物問題は犯罪行為ではなく、健康やね、公衆衛生の問題と捉えられ、重度のね、物依存者に対し、医師の監視の下で、医療用のね、物を処方する政策が長年行われてきたみたいで、違法なね、物の合法化ではなく、医療的な介入を重視してきたみたいです。過去20年間でね、薬物関連の死亡率や HIV 感染率が大幅に減少し、犯罪率の低下や中毒者の社会復帰の促進といった効果が報告され、現在は大人から子供までもがリラックスできる公園に。いやもうなんか発想の次元が違うわ。ちなみにですね、この政策も国民投票にかけられ、国民の 70% が賛成票を当時施行され、現在もねその政策が行われているみたいです。What's your opinion about, Switzerland drug policies? Like kind of like a do safe place rather than like a ban them, I think it's really good because you can never prevent people 100% from not doing any drugs. Yeah. So I would rather have the possibility to have them do it in a safe space, monitored by like a doctor or something, and they can test their drugs to see whether they're like good grade or whether they're mixed with something that's really potential deadly, right? Yeah. So I think it's really good. I really like that regulation in Switzerland. Yeah. 近年一部の先進国では物はなくならないという現実を踏まえた対策へと動きつつあるみたいで、スイスでは売春に関してもたとえ禁止したとしても根絶は難しく、かえって性労働者を危険にさらし取り締まりにも多大なコストがかかるとの見解があるため、法律やね規制の下で厳しく管理された上で合法という形になっているみたいです。なんか一般的にね問題とか闇とね捉えられてることもですね、また違った目線から焦点を当ててプラスに変えていってるような感じなんですよね。いやなんか超興味深いわスイス。皆さんどう思いますか？そして現在ヨーロッパ、いや世界で抱える移民問題もスイスは独自の政策で進めてきた。長年スイスは移民国家として知られ、現在も人口の約3割が外国人。しかし歴史的にスイスは労働力の確保と経済成長のために一時的な移民は受け入れてきたものの、長期の移民には厳しく、他の西側諸国よりもパスポートの取得難易度が高く、永住権の獲得にも厳格な規制があるみたいです。さらには移民に関する事件や暴動が移民国家なのにもかかわらず、近隣国に比べて少ないとされ、移民の子供への職業教育制度の充実、親の所得に関係なく職を得るチャンスが均等に広がっているという背景が、一部にあるみたいです。We always used to be in the middle of Europe, so we're a melting pot. But a lot, especially from the older generation, a lot of people tend to forget that. And they're like, but we're not Swiss anymore, we're losing our identity. And there is a general right-wing shift in Europe at the moment that worries me personally very much. 賛否両論様々な意見がある中、1970年以降移民政策をめぐる国民投票が27回も行われ、揺れ動いてきた結果、近年では移民を肯定的に捉える若者も多いみたいで、世界的に見ても移民統合がうまく進んでいる国の一つと言われているみたいです。
聞いた話によると、スイスではですね、外国人が移住してきた場合、彼らがねその地域の住民として受けられているかどうか、どのくらい地域の活動に貢献参加しているかなど、地域住民とのね交流をきちんと行って馴染もうとしているのかなどのね地域の投票を毎年レベルで行われてたり、その他ねどれだけスイス人として統合できているのかなどのね、テストに受からないと居住権が得られなかったりとか、そのテストの内容はですねスイスの歴史とか言語とかがあるみたいです。めっちゃ興味深くないですか？ There is some dispute between the older generation that is obviously more conservative and the younger people, but I think in general there are some issues, but it's going well compared to other countries. But to be fair, we're also very tiny. I mean, if it was Japan, we're the size of Kyushu, right? So we're very small, and it's always easier to control a smaller region, a smaller population, than to apply all of that or implement all of that on a larger scale. Yeah. さてここがですね仕事が終わった後みんなが集まる場所の一つっていうことで、スイスの中でもですね大都市なのにこんなにね自然と人との触れ合いが身近な環境、そしてビール最高やな。いやーなんか今回の滞在はほんまに学びが多すぎて最高。近年 EU にも属さないスイスのやり方を真似る近隣国が多いみたいで、特に印象に残ったのは国民の意思が直接反映され形成されるスイス社会、そして社会全体が国民一人一人に国づくりに参加させようとする仕組み。その影響か国民一人一人がほんま自国のこと、世界情勢のことよく知ってる。 What's your opinion about Switzerland is not part of EU? So I think we did a good one with that one actually, especially if you saw like during the crisis with Greece, like the bankruptcy and also the Brexit issue, and like now you can compare actually, right? So I think once you're part of the system, it's way harder to go back. Right. It was a good decision not to enter the EU. What about being a neutral? I think it's part of our identity as a country, and it has served us well. But seems like Switzerland is kind of like always moving like really like balancing really good ways, Yeah. That come from direct democracy. I don't know. Yeah, I think so too. It's very easy to like recalibrate. So if you did something that turned out to like have some consequences that weren't intended, you can always vote again or have a referendum or improve the system. So yeah, you're flexible as a result. So I think it's good. Thank you very much. Thank you It too. was very nice doing me. Yeah, thank you too for coming to Switzerland. Thank you. いやースイス掘れば掘るほど興味深すぎる滞在でございました。動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。完璧な国スイスチューリヒからでございます。アディオース。